年齢を重ねても大掛かりな掃除をしなくても静かな心地よさを感じながら暮らしている方がいます。一方で家族や仕事を優先しながら毎日の家事を続けてきたけれど、ふと立ち止まった時、この家で私は本当に休めているかしら、そう感じたことはありませんか？家を整えることと自分をいたわることは別々のように見えて、実は深くつながっています。今日は家を磨くことで心や物との関わり方、これからの暮らし方まで整っていく理由を一緒に見ていきましょう。こんにちは、黄金の暮らし手帳です。家を磨くというと、毎日ピカピカに掃除をすること、そんな風に思って自分には少し難しいと感じるかもしれません。でも今日お話しする家を磨くとは、家事を増やすことではありません。誰かに見せるためではなく、自分が穏やかに過ごせるように家を今の暮らしに合わせていくことです。今日は長年家族のために家事を続けてきた60代田中久美子さんが、自分もゆっくり休める家へと暮らしを整えていく様子を通して、家を磨くことで起こる6つの変化をお話しします。床を歩いた時のちょっとしたざらつき、洗面台に残った水滴の跡、いつもならまた汚れてるともやっとしてしまう場所も、ここを少し磨いてみよう、そんな風に見方を変えると、いつもの家事が家と自分をいたわる時間へと少しずつ変わっていきます。お金を使って好きなものを買ったり、外へ出かけて気分転換をするのも素敵なことです。それと同じくらい、毎日を過ごす家が心地よいことも、日々の幸福感を大きく支えてくれるんです。この動画が家に尽くす暮らしから家に支えてもらう暮らしへ少しずつ変わっていくきっかけになれば嬉しいです。家を磨くと最初に変わり始めるのは、自分の心地よさに気づく感覚です。家中をピカピカに磨き上げることではありません。気になった場所を一箇所だけさっと一拭きすることです。家の中でふと目に留まる場所はありませんか？床の隅に落ちた一本の髪の毛、鏡に残った指の跡や曇り、湿った台所付近の匂い。忙しい毎日に追われていると、見ないふりをしてそのまま通り過ぎてしまいますよね。けれどそのなんとなくもやっとする違和感は、心地よさへ戻るための合図です。本当はここが綺麗だと気持ちがいい、そんな自分が大切にしている感覚をそっと教えてくれているんです。以前の久美子さんも、鏡の曇りや蛇口の水滴が目に入っても後でいいかとそのままにしていました。家族と暮らしていれば、きれいにしてもすぐに汚れ、片付けてもまた物が出てきます。一つ一つ気にしていたらキリがないとどこかで諦めていたんです。でもある朝、久美子さんは蛇口だけをさっと拭いてみました。すると窓の光が映り、洗面所まで少し明るく見えました。そのまま鏡に残った指の跡も拭き、ハンドタオルも新しいものに変えました。かかった時間はほんの数分です。やっぱり綺麗になると気持ちがいい、そう感じた時、久美子さんの心も少し軽くなっていました。汚れが気になると、細かいことを気にしすぎかしらと思ったり、置きっぱなしのものやゴミ箱にこもった匂いがするとどうしても落ち着かなかったり、そんな自分を周りから神経質だと思われそうで、気にしないふりをしてしまうことがあります。けれどもやっとするのは、自分が落ち着いて過ごせる状態をちゃんと知っているからです。それは、これは好き、これは少し違うという繊細な感覚なんです。一拭きすることは汚れや曇りを取るだけではありません。自分の違和感をまあいいかと後回しにしないためです。掃除をしなきゃ、
ではなく、ここだけ昨日より少し整えておこう、そんな気軽な気持ちでいいんです。やる気が出るのを待たなくても、手を動かすうちに心の中まで少しずつほどけていきます。自分の心地よいを取り戻すために、まずは今日気になった場所を一箇所だけ拭いてみませんか。そしてその一拭きを無理なく続けられるようにするために、2つ目は掃除や片付けを大仕事にしない工夫です。手を動かしやすい家に整えておくと、小さな手入れが暮らしの流れの中に自然と馴染んでいきます。すると、今日もできなかったと自分を責めることが減り、家事に追われるような気持ちも軽くなっていくんです。あなたも家事そのものより始める前の手間で疲れてしまうことはありませんか。道具は奥まった場所にあり、床に置かれたものを先に動かさなければならない。これではやる気があっても手をつける前から気持ちが重くなってしまいますよね。続かないのはやる気が足りないからではありません。掃除を始めるまでにいくつもの手間が多すぎるからなんです。年齢を重ねると、かがんだり重い道具を出したりするだけでも肩や腰に負担を感じることがあります。以前より疲れやすくなるのは自然なことなんです。久美子さんも掃除は頑張るものという思い込みを手放しました。自分をもっと頑張らせるのではなく、思い立った時にさっと動けるように家の方を少しずつ変えていったんです。浴室のボトルは浮かせておき、ぬめりがたまりにくいようにする。洗面所にはすぐ使える布を置く。掃除道具は手に取りやすい場所へ移す。床に置いていたものには戻しやすい定位置を作る。洗剤もよく使う一種類に絞りました。物の置き方やなんとなく続けていたいつもの動きを見直し、始めるまでの手間を一つずつ減らしていったんです。すると、さあ掃除と気合を入れなくても、手を洗ったついでに洗面台を拭く、部屋を移動するついでに床のほこりを取る、そんな一箇所1分の小さな手入れが暮らしの中に自然と馴染んでいきました。休日にまとめてする大きな仕事が暮らしの途中でできる小さな習慣へと変わっていったんです。頑張らなくても手が動く仕組みを作り、思い立った時にすぐ動ける状態へ戻しておく。朝何も置かれていないテーブルを見て気持ちよく一日を始められる。そんな小さな変化が家事に追われる毎日を少しずつ変えてくれます。掃除しやすい家は綺麗な家である前に、今の自分にも明日の自分にも優しい場所なんです。そして掃除が暮らしの中に自然と馴染んでくると、次は物との関わり方にも目が向くようになります。3つ目は、今も暮らしを支えてくれているものと世話だけが残っているもの、その違いに気づくことです。この違いが見えてくると、今の自分に本当に必要なものも選びやすくなっていきます。例えば、あなたの家にも飾ってはあるけれど、もうほとんど目に留めなくなったものはありませんか。置いてあることが当たり前になり、いつの間にかただそこにあるだけになっているものです。久美子さんは飾り棚に置いていた木彫りの鹿を久しぶりに手に取りました。昔一目で気に入って買ったものです。背中や角のほこりを拭いていると、ふと手が止まりました。これからも手入れをしながら飾っておきたいものかしら。他にも眺めなくなった飾り物、長く使っていない保存容器、ほこりを払って元の場所へ戻すだけになっているもの、使う楽しさや眺める喜びよりも世話の方が増えているものが意外と多いことに気づいたんです。私たちはつい、まだ使えるから、高かったから、
せっかく持っているからと物を手放すことにためらいを感じます。それはこれまで物を大切にしてきた証でもあるんです。でもまだ使えることと今も使っていることは同じではありません。そして持っていることと大切にできていることも同じではないんです。手放すものを探すのではなく、これからも大切にしたいものを選び直してみる。今の自分が無理なく使い戻し手入れできる量、それが今の暮らしに合ったものの量です。掃除をしながらものを見直していくと、必要なものが他のものに埋もれず、使いたい時にすぐ手に取れるようになります。飾り棚にも本当に眺めたいものだけが残っていきます。私にはこれがあれば大丈夫、そう思えるものが見えてくると、物に振り回されず今あるものをもっと大切にできるようになるんです。そして今の暮らしに必要なものを見直していくと、次に目が向くのが簡単には決められない思い出の品です。家を磨くと整い始めること。4つ目は本当に残したい思い出を今の自分に合う形へ整えられることです。一つずつ手に取ってみると、これからもそばに置いておきたいものや時々見返したいものが見えてきます。思い出の品はあの頃の記憶をそっと呼び戻してくれるものです。実用品のように使うか使わないかだけでは簡単に決められませんよね。例えば古い写真や手紙をしまった箱、蓋を開けるとあの頃の空気がふっとよみがえり、つい手が止まってしまうことはありませんか。久美子さんにも長い間押し入れの奥にしまったままの箱がありました。中に入っていたのは子供が小さかった頃の作品や写真、手紙です。その中に少し曲がった文字で「お母さんいつもありがとう」と書かれた一枚の手紙がありました。それを見ると、娘が小学校から帰ってきた時の声や夕方の台所の景色がよみがえりました。久美子さんは手紙を持ったまま懐かしさでしばらく箱へ戻すことができませんでした。たった一枚の手紙が忘れていた時間をそっと連れ戻してくれたんです。その時久美子さんは以前介護士の方から聞いた話を思い出しました。施設で暮らすある女性は手元に残していた数枚の写真を見ながら、若い頃の仕事や家族と出かけた日のことをまるで昨日のことのように生き生きと語っていたそうです。思い出は誰かに話すことで忘れていた声や景色までよみがえることがあります。物として残すだけでなく、言葉にすることも思い出を大切にする一つの方法なんです。数を減らしたら思い出まで薄れてしまうのではと不安になる方もいるかもしれません。けれどたくさん抱えすぎると本当に大切なものまで箱の奥に埋もれ、見返す機会を失ってしまうことがあります。思い出を整えることは過去を捨てることではありません。心から残したいものを選び、今の暮らしの中で触れられる形にすることです。写真は一冊にまとめる。箱の中のものは一つだけ飾ってみる。家族にその時のことを話してみる。そうして大切な記憶に触れる機会を作る。それが思い出を心の近くに残すことなんです。そして過去を優しく整えられると、今度はこれからの暮らしにも目を向けやすくなります。5つ目は年齢や体力、暮らし方が変わってもその時の自分に合わせて無理なく住まいを変えていけることです。これまで普通にできていたことが少し大変になってきたとしても、物の置き場所や家の動線を変えることは未来の負担を減らす優しい準備でもあるんです。久美子さんも先日
高い棚から鍋を下ろそうとして思わず肩に力が入りました。若い頃は気にならなかった場所が今は少し高い、少し重い、少し取り出しにくい、そんな風に感じることはありませんか？それは昔のままの置き場所が今の体や生活に合わなくなってきただけかもしれません。元気なうちに整えるとは、急いで物を減らしたり先のことを不安に思いながら片付けたりすることではありません。未来の自分が暮らしやすいように今から備えておくことなんです。高い棚にある重い鍋を腰の高さへ移す。廊下に置いていたものを動かし歩きやすい通り道を作る。シーツの交換が大変になってきたなら軽くて扱いやすい寝具に変える。よく使う薬や大切な書類は自分にも家族にも分かる場所へまとめておく。そんな一つ一つの工夫は未来の自分へ渡す暮らしのバトンのようなものです。たとえ急な住み替えや入院をすることになっても今の自分に必要なものが分かっていれば慌てずに次の生活へ移ることができます。元気な今だからこそ何を残しこれからどう過ごしたいのかを自分で決めておく。それはこれからも自分らしく生きるための優しい準備でもあるんです。私たちはつい物をたくさん持っていれば安心だと思ってしまいます。けれど本当に必要なのは持っているだけの安心よりも必要な時に見つけられる安心、そして無理なく使える安心ではないでしょうか。変化に合わせられる家とは物が極端に少ない家ではありません。体調や暮らし方が変わってもその時の自分に合わせて置き場所や使い方を変えていける余白のある家のことなんです。今日一箇所だけ物を動かしたことがこれから先のああ助かったにつながるかもしれません。その積み重ねで毎日の暮らしをそっと支えてくれる自分に寄り添う家を育てていきましょう。最後の6つ目は今の暮らしに合わせて家を磨いていくとその家が自分の味方になってくれることです。家を整えるというと掃除をし物を戻し傷んだ場所を手入れする家のために自分が動き続けることだと思ってしまいますよね。長い間家族のために家を支えてきた人ほどそう感じるのかもしれません。家にいてもなぜか気持ちが休まらない。座ろうとしても片付けるものが目に入ってしまう。そんなことはありませんか？それはまだ自分が動かなきゃと無意識に思っているからかもしれません。でもこれからは整えた家に自分の毎日を助けてもらう、そんな風に考えてもいいんです。久美子さんの居間には窓辺に一人掛けの椅子がありました。以前はそこでお茶を飲みゆったりと外を眺めていました。けれどいつの間にか新聞や洗濯物、後で片付ける荷物が置かれ座る前に物を動かさなければならなくなりました。そんな椅子を見ながら久美子さんはふと思いました。物を置いたりしまったりする場所はたくさん作ってきたけれど自分が休める場所までいつの間にか物に譲っていたのかもしれないと、そこで新聞を戻し洗濯物を片付け足元を開けました。すると椅子は本来の役目を取り戻しもう一度久美子さんが安心して休める場所になったんです。家が味方になるとはいつもきれいに整っていることではなく今の自分が無理なく過ごせることです。物をまたがず歩けること、必要なものがすぐ手に取れること、そして疲れた時にゆっくり休める場所があること、安心して座れる椅子、清潔な寝具、好きなものを一つだけ飾った場所、何もしないための余白も今まで頑張ってきた自分への十分なおもてなしなんです。
ここまで気になる場所を一拭きし、掃除しやすい置き方へ変え、大切なものや思い出を見直してきました。そのどれもが家に支えてもらう暮らしへつながる一歩です。床や棚、ゆっくり休むための場所。今日のお話の中でこれなら見直せそうと思えたところがあれば、コメントで教えていただけたら嬉しいです。あなたの家がこれからも毎日を優しく支えてくれますように。今日も最後までご一緒いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。